皆さんこんにちは。今日は同性愛者の街として知られるカストロのご案内になります。ツアーをやってました時は90分間のツアーでしたので、動画にしますとかなり削除されてハイライト版になってしまうと思いますが、よろしくお願いいたします。で、こちらがカストロストリートになります。で、カストロストリートなんですけれども、キューバの議長さんのフィデロ・カストロとは全く違いまして、ホゼ・カストロという昔サンフランシスコのエリアに住んでいたお偉いさんのお名前から来ております。で、こちら側がカストロストリートの商店街になります。で、今渡ってきましたけれども、今回はどうしてこの辺りが同性愛者の街になったのかということについて見ていきたいと思います。で、今このマーケットストリートとカストロストリートの角に立っているんですけれども、真後ろがツインピックスになります。それでケーブルカーや馬車しかなかった時代にわざわざツインピックスの向こう側を通って住むという人々はいませんでしたので、ちょうどこの辺りが市内の端っこあたりになっていたわけなんです。で、市内の端っこということで一番家の値段も安いということで、この辺りは労働者階級の人たちが住んでいた地区になります。特にアイルランドから来た、移民の人たちが住んでいた地区になります。で、カストロの歴史を語るときに一番重要な人物がおりまして、その方が、ハービー・ミルクという人物になります。で、ハービー・ミルクという人はもともとニューヨークから、サンフランシスコに引っ越してきた人なんですけれども、当時サンフランシスコでは同性愛者っていうだけで、いじめられたり殴られたりするだけならまだいいんですけれども、殴り殺されたりとかいうことが、非常に多かった時代があったんですけれども、その時に、そういう状況を解決するためには自分が政治家になって変えていかないとダメなんだということで、いろんな選挙に立候補するわけなんですけれども、その彼ハービー・ミルクが演説をした場所がこの後ろにミュニの看板がありますけれども、そのミュニの看板の下あたりで石鹸の箱を置いて、その箱のこんなちっちゃな箱じゃなくて大きな木箱なんですけれども、その木箱の上に立って演説をしたと。で、同性愛者の人たちが周りを囲んでいろいろ聞いたり、指示をしていたということになります。で、彼のサンフランシスコでの生涯を描いたミルクという映画が出てますので、ミルクは牛乳のミルクと同じです。 MILK ですね。で、そのミルクという映画が出てますので、もしご興味がありましたらご覧になってみてください。ということで、ハービーミルクについてもう少しご説明差し上げたいと思いますので、ちょっと下に行ってみたいと思います。こちらですね。階段を下ります。で、正面にハービーミルクプラザと書いてありますけれども、彼の名前がついているプラザ、今改装中ですのでこのような形になっておりますが、後でとっても綺麗になると思います。で、こちらが、ハービーミルクの写真が飾ってあるところになります。ちょっとですね、地下鉄の駅の中にあるのでアナウンスが入ってうるさいかと思うんですけれども、ちょっと写真を見ていきたいと思います。で、こちらハービーミルクが海軍に入っていた時の写真なんですけれども、この海軍に入っていた時には、同性愛者っていうのはもう大変禁じられていましたので、同性愛者であることは隠していた時代ですね。で、これはハービーミルクがサンフランシスコにやってきた、もう格好自体がヒッピーの時代の格好なんですけれども、その時代の写真です。で、こちらは、ハービーミルクとスコット・スミスっていう、ボーイフレンドですね。で、付き合ってたボーイフレンドとの写真です。で、こちらの写真はハービーミルクがオープンしたカストロのカメラ屋さんがあるんですけれども、ミドラ・ペインっていう女の子、この子13歳の女の子だったんですが、ミドラ・ペインっていう女の子はこのハービーミルクが選挙に出た時に、選挙事務所でハービーミルクを応援するということでボランティアをしてた女の子です。で、その女の子のお母さんと一緒に、写った写真がこちらということになります。
で、Save Our Rights って言って私たちの人権を守ろうということで演説をしている、ちょうどこの上で撮られた写真ですね。で、ハービー・ミルクが選挙をしていた時はこんな風に、同性愛者の人たちが、看板を持って手伝ってくれていたということですね。で、こちらの写真はハービー・ミルクが選挙に当選した時の日の写真です。で、ボーイフレンドがジャック・ライラという人に変わってまして、さっきのスコット・スミスさんは、いません。なんでかって言いますと、スコット・スミスさんはもうあまりにもその政治に、私は関わりたくないということで、ハービー・ミルクを捨てていって、ハービー・ミルクと離れていってしまいまして、当時はジャック・ライラという男の子だったということです。で、この男の子はちょっとアルコール中毒の毛がありまして、ハービー・ミルクが政治を一生懸命やるのを、自分が見捨てられたと勘違いされまして、勘違いして、で、首吊り自殺をしてしまいます。で、こちらは、ハービー・ミルクと、当時のサンフランシスコの市長さん、ジョージ・モスコーニ市長ですね。で、ハービー・ミルクが、草案を書いた同性愛者の人たちの人権を守る法案なんですけれども、例えば当時は、仕事の履歴書を出すときに「あなたは同性愛者ですか?」とかいう質問があったんですけれども、それに答えなくちゃいけないということで、そういうのは人権違反だということで、そういう仕事のインタビュー、面接の時に同性愛者かどうかっていうことを聞いてはいけないとか、そういうことを、書いた法案ですねが、可決されまして、市長さんが署名をして、法律になったと、条例になったというシーンの写真です。で、こちらはハービー・ミルクとお友達の写真ですね。で、これがハービー・ミルクの公式の写真です。で、ハービー・ミルクが着ているスーツなんですけれども、ハービー・ミルクとてもお金がなくて、スーツを買うお金がありませんでしたので、これはクリーニング屋さんからもらってきた、クリーニング屋さんで、スーツを出したおじいちゃんが亡くなって、で、取りに来なくなったのを、お下がりにいただいたというようなものです。で、残念ながらこのハービー・ミルクとモスコーニ市長なんですけれども、ダン・ホワイトという保守派の市議会員に、市役所で射殺されてしまいます。で、その射殺された時の、夜、同性愛者の人たち約3万人の人たちがこの角に集まって、でそこから市役所まで行進をした時のこの、張り紙ですね。ハービー・ミルクが亡くなりましたっていうことで、キャンドルを持ってきてカストロストリートとマーケットの角から市役所まで、今夜8時半に歩きましょうということですね。さて、カストロに来ますとレインボーフラッグをよく見ますけれども、このレインボーフラッグはギルバート・ベイカーという人によってサンフランシスコで発明されたもので、ハービー・ミルクの友達であって、でハービー・ミルクが選挙に受かった時にそのお祝いと、あとハービー・ミルクから何か同性愛者の人たちのシンボルになるものを作ってくれということでレインボーフラッグを作ったわけなんです。で、最初はレインボーフラッグ7色ではなくて8色だったんですけれども、その旗を公開した時にすっごく人気が出まして、で大量生産しなくてはいけなかったんですけれども、実は当時ピンク色の布地っていうのが大量生産用に、準備してなかったので、じゃあもう7色にしようということで、一旦7色になったんですね。でその7色を今度ゲイパレードの時にマーケットストリートの両側にレインボーフラッグを分けて半分ずつ飾ろうということになったんですけれども、7色だと3色と4色でどうも都合が悪いということで、そういう理由でまた1色カットになりまして、今現在は6色ということになっております。でピンクトライアングルは何かと言いますと、第二次世界大戦中にヒットラーの率いるナチスドイツでユダヤ人の人が捕らえられて処刑されていたことは皆さんご存知かと思います。それで同性愛者の人たちもですね、同性愛者っていうだけで
捕らえられて処刑されていたんですけれども、その人たちが胸につけさせられていたのがピンクの三角形だったということですね。でそのシンボルで、こちらのメモリアルなんですけれども、全部で処刑された人々が1万5,000人ということで、ここでは15本の記念碑が建てられています。でこちらの公園なんですけれども、ピンクトライアングル公園、この記念碑が、慰霊碑があるだけではなくて、こういうふうに下の方にも三角形のピンクの三角形がありまして、よくご覧いただいたらお分かりになるかと思いますけれども、植えられている花もほとんどがピンク色というこだわりの公園でございます。でなんでサンフランシスコは同性愛者の街になったんですかということなんですけれども、これはまずゴールドラッシュの時にたくさんの男性が来たということで、人口の 80% 以上が男性だったということもあるかとは思うんですけれども、第二次世界大戦の時にですね、日本が真珠湾を攻撃しまして、太平洋で戦争が始まった時に、サンフランシスコからたくさん、アメリカ全土から、太平洋戦争に兵士たちが向かったわけなんですけれども、その太平洋上で、同性愛者であるということが分かりますと、その書類に不名誉な除隊ということで、その軍隊から除かれてサンフランシスコに送り返されてきたわけなんですね。でその送り返されてくる場所っていうのがほとんどがサンフランシスコで、サンフランシスコに着いた兵士の人たちなんですけれども、その不名誉な除隊という書類を持って田舎に帰るかどうするかということで、さすがに、田舎には帰れないわけですね。それで、サンフランシスコの同性愛者の人口は大爆発してしまうわけなんですけれども、ということで、日本のせいでサンフランシスコは同性愛者の街になったと言っても過言ではないんではないでしょうか。でこちら側に教会があるんですけれども、ホーリー・リディーマーと呼ばれている教会で、アイルランド人の移民の人たちが通っていた教会になります。1902年に建てられて、1906年の大地震にも生き残った教会なんですけれども、すごい結構もう100年以上経っていて古い教会なんですけれども、先ほどアイルランド人の人たちが住んでいた地区ですということでお伝えしたんですけれども、1960年代になりますと、今度ですね、その労働者の人たちが働いていた工場がサンフランシスコの外に出て行ってしまいまして、郊外に行ってしまったので、ここに住んでいた人たちも郊外に移らないといけないようになってしまいました。あと1960年代になりますと、みんなが車を持てるようになったということで、町に住むよりも郊外のもっと広い家に移ろうということで、たくさんの人たちがこの地区から出て行って、この地区が一旦ゴーストタウンになってしまったんです。でそのゴーストタウンになった時に、家賃も安いし家の値段も安いということで、同性愛者の人たちがドカンと移ってきて、このカストロ地区が、同性愛者の人たちの町になったということです。で私の後ろの教会なんですけれども、アイルランドの敬虔なクリスチャンの人たちで持っていた教会なんですけれども、その人たちが郊外に出て行ってしまったことで、教会に来る人がいなくなってしまいます。ということで、この教会を救わなきゃいけないっていう時に、ちょうどトニー神父さんという人がやってきまして、そのトニー神父さんが考えたことは、同性愛者の人たちの中でも敬虔なクリスチャンはいるんではないかということで、この辺りに、教会でポットラックパーティーって言って、いろんなものを持ち合って楽しむパーティーをしますよというビラを巻いたところ、かなりの同性愛者の人が来てくれたということで、その同性愛者を対象にミサを行ったりするようになったわけです。ただ1980年代なんですけれども、エイズが始まりまして、このカストロ地区、またたくさんの人々が亡くなっていきます。
非常に若い年代で亡くなっていった人たちが多かったわけなんですけれども、この教会で行う、お葬式の数も4倍に膨れ上がるという悲劇になった場所でもあります。で、向こう側のクリーム色の建物なんですけれども、これはシスターたちが過ごしていた修道院になるんですけれども、1980年代のエイズの危機が訪れた時は、この修道院をホスピスにしまして、エイズで苦しむ人たちが、死期が近づいてもう亡くなるっていうことが分かっている時に、もう最後は楽しく、ストレスなくして、死を迎えられるようにということで、修道院をホスピスにした場所でもあります。で、女優のエリザベス・テイラーさんなんですけれども、非常にエイズ撲滅のために力を尽くした人で、そのエリザベス・テイラーさんもここにお忍びで患者さんたちをお見舞いに来たことがあります。で、皆さんこれなんだかお分かりになりますでしょうか。結構ね、アメリカにいますとあちこちに、こういうのが飾ってあるんですけれども、これは何でしょう。松ぼっくりに見えるんですけれども、実はパイナップルなんです。パイナップルはおもてなし、ホスピタリティの象徴として知られていますので、こういうふうにパイナップルを両側に飾ってお客様にいらっしゃいませという感じを示すということになっています。はい、でこちら側に、見えてきます大きな建物がノービー・クラークマンションという、ノービー・クラークという人が建てた大邸宅になります。で、ノービー・クラークなんですけれども、警察署に働いていた人で、警察署を、退職した時にだいたい4億円相当を貯めていたと言われます。で、よく考えてもらったらわかるんですけれども、警察署に働いていて退職して4億円ぐらい貯まるわけないんですね。ですからノービー・クラークは、賄賂とか、いろんな悪いことをやってお金を貯めてこの、大邸宅を建てたと言われています。で、実際に建てたのはいいんですけれども、奥さんはですね、こちらに引っ越してこなかったんですね。もともとノブヒルに、夫婦で住んでいたわけなんですけれども、ノブヒルは風が強いっていうことで、この辺はもっと暖かいので、移ってこようということで、こういう大豪邸を建てたわけなんですが、奥さんにしてはこういうふうな労働者階級の人たちが小さな家で簡素な生活を送っているのに、こういう大邸宅を建てるなんて見せびらかしすぎるっていうことで、奥さんは大反対で、ノービー・クラーク実は一人で住むことになったわけなんですね。で、そのノービー・クラークなんですけれども、やっぱり昔悪いことをしてましたから、これを建てた1年か2年ぐらいだったと思います。いろんな人に訴えられまして、結局破産してこの家から出ていくことになるわけです。で、そのノービー・クラークが出ていった後は、病院になったり会社の寮になったりして、で今現在はアパートになっています。はい、それでは今からここから丘の上に登っていきたいと思います。はい、こちらがカイトヒルという名前の丘になります。はい、でこの今見えてきたところなんですけれども、こちらがハービーミルクシビルライツアカデミーという小学校になります。昔はですね、ダグラス小学校って言われてたんですけれども、ハービーミルクが亡くなってからこのように名前が変えられたということになります。
ハービーミルク市民権アカデミーということで、一応小学校なんですけれども、サンフランシスコの小学校、各小学校にいろんなテーマが渡されていまして、でここのテーマは例えば自分と違う皮膚の色を持った人でも受け入れると。で例えばその同性愛者の人でも受け入れてあげると、そういうふうなトレランスっていうんですけれども、それがテーマになっている学校でございます。でこちらの壁画なんですけれども、子どもたちが描いた壁画ですね。あそこにハービーミルクがいますけれども、ピース、平和とか平等とかダイバーシティ、多様性とか正義、ジャスティス、それから自由のフリーダムにアクセプタンス、受け入れるものですね。そういうテーマが書いてあって、結構可愛いんですよね、これね。はい、今お水屋さんが来てますけれども、この575のカストロストリートがハービーミルクが作ったカメラ屋さんの跡地になります。であそこのコンクリートの部分にミドラペインとお母さんが座った写真を先ほどご覧いただいたわけなんですけれども、で573お隣はすぐ2階に行って、2階にハービーミルクが住んでいたということになります。自分の後ろにハービーズというお店があったんですけれども、その前はエレファントウォークバーと呼ばれるゲイバーがありまして、でハービーミルクが暗殺された後に裁判があったんですけれども、その捕まった市議会員ダン・ホワイトの判決が出た時に、明らかに拳銃を市役所に持って行って市長とハービーミルクを暗殺したにもかかわらず、過失致死みたいな感じで非常に刑が軽くなってたんですね。でそれで同性愛者の人たちがその判決に怒りを示して、で先ほどの角から市役所まで行進をして、で市役所の窓を割ったり、警察官のパトカー12台に火をつけたりしたわけなんです。でそれに怒った警察官の人たちが仕返しにということで、こちらのエレファントウォークというゲーバーに夜来て、警棒で同性愛者の人たちをめった打ちにした事件がありました。これはホワイトナイトといって、ダン・ホワイトのホワイトと白夜というのをかけてホワイトナイト・ライオットという、ホワイトナイトの暴動ということで知られている事件なんです。見てください、交差点もレインボーカラーになっています。で真正面に見えてきておりますお店がなんかすごいデコレーション、すごい飾りがしてあるんですけれども、クリフズバラエティという、洋服と食べ物以外なら何でも揃いますよというお店なんですけれども、ここ歴史がありまして1936年から続いているお店です。でこちらのお店なんでなんかすごい飾りで、こちらのお店なんですけれども、アイルランドの人たちが出て行った後、ゴーストタウンになりましたっていうことでお伝えしたんですけれども、その時にビクトリアンハウスがもうボロボロになってたんですね。で同性愛者の人たちが入ってきた時に、そのビクトリアンハウスを修理しないといけないということで、ここに皆さん押しかけてきまして、いろんなペンキやら釘、板、もう何でもかんでも買いに来たわけで、その時に大繁盛したおかげで、とってもゲイフレンドリーなお店として知られているお店です。でこのクリフズバラエティなんですけれども、入り口が分かれてまして2つあるんですけれども、でこちら側なんですけれども、女装する男性の人にとって最も手に入れるのが難しいものがあるんですけれども、それが置いてありますので、中に入ってみたいと思います。で前に見えてきましたのが有名なカストロ劇場になります。
ティモシー・フルガーっていう人がデザインしたんですけれども、この人はデザイン学校とか一切行ってなくて、独学でデザインを学んだ人なんですね。でこちら同じ建物の下にネイル屋さんがありますけれども、こちらのネイル屋さん、昔はキャンディーとかを売っていたお店になってまして、で子どもたちが映画を見たい時は両親がここでキャンディーを買ってあげて、そのまま映画館の中に入れてあげたと。映画館に子どもたちが入っている間は両親たちは遊ぶことができましたので、結構子どもたちだけを中に残して、お父さんとお母さんが遊ぶというパターンが多くて、でこの劇場はカストロの子守役と呼ばれていた時代もありました。でこちらのホットクッキーなんですけれども、いかがわしい形のクッキーが有名で、お見せすることはできないんですけれども、機会があったら入ってみてください。でこちらのツインピークスというゲイバーなんですけれども、非常に歴史的に有名なところで、1970年代にレズビアンのカップルがここの場所を買いまして、で今までなかったことをやった、大胆なことをやったんですけれども、それは何かと言いますと、今までのゲイバーっていうのは地下だったりビルの裏だったり結構隠れたところにあったんですけれども、こちらのレズビアンが買ったバーはそこの壁を壊して大きなガラスをはめて、通りを歩く人たちが中にいる同性愛者の人たちを見れるようにしたという大胆なバーだったわけなんです。でこちらのツインピークスバーなんですけれども、こういうふうにガラスに覆われていまして、で中に入っているお客さんたちが結構お年を召した男性が多いので、若い人たちの間からはガラスの棺桶というふうなあだ名がついているゲイバーなんですけれども、あんまりいい言い方ではないんですけれども、そのようにあだ名がついているということになります。はい、駆け足になりましたが、カストロのツアーいかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。